こんにちは。このチャンネルでは50代から始める時間セレブな暮らしをテーマにお届けしています。私自身更年期の真っ只中で物と向き合い生活の見直しを始めたのですが、これが心にも体にも想像以上に良い効果をもたらしています。更年期は自分自身を大切にするタイミング、心地よい暮らしを一緒に作っていきましょう。今日は特に更年期こそ捨て活が必要な理由を5つに分けてお話しします。1、心と体を楽にするため。更年期って体も心も不安定な時期ですよね。私自身も疲れやすくなったり、気分が不安定になったりと、毎日何かしらの不調があって、なんとかやり過ごしているという感じです。そんな時気づいたのが、物が多いとやることが多くなり、それがストレスになっているということ。例えば、クローゼットやキッチンなど、家の中のものが多すぎると、それらを管理したり、片付けるだけでエネルギーを消耗してしまいます。更年期は自分の限られているエネルギーをどこに使うかを選ぶのがすごく大事です。物が多いと掃除や片付けに時間も体力も取られちゃいますよね。だからこそ余計なものを手放し、本当に必要なものだけにすることで、心と体を軽くしていきたいのです。体力が落ちていくこの時期だからこそ、物を減らして掃除が一瞬で終わったと思えるくらいのスッキリ感を目指したいと思っています。2、新しいライフステージへの準備のため。更年期って暮らしの大きな変化が訪れる時期でもありますよね。子供が巣立って夫婦2人だけの生活がスタートしたり、親の介護が始まったり、そんな新しいライフステージを迎えるタイミングです。実は私もコロナ禍に子供2人がそれぞれ一人暮らしを始め、家を出ました。年子の子供たちが次々と巣立ち、寂しさや静けさとともに、この家こんなに広かったっけと思いました。それと同時に、これ4人で暮らしていた時使っていたけど、もう使わないよねと気づくものがたくさんあって、例えば大きな鍋やホットプレート、大量のお皿、お弁当作りに必要だったタッパー類などがありました。そのため、今の暮らしにちょうどいい量とサイズを基準に選び直したら、キッチンが驚くほどすっきり。おまけに片付けも楽になりました。新しいライフステージに向けて捨て活すると、今の自分に合った暮らしへとシフトできます。余計なものが減ると、空間の余白と時間の余裕が生まれました。もし
どこから始めればいいと思ったら、まずは目につく小さめの場所から、例えばクローゼットやキッチンの引き出しなどから少しずつ取り掛かりましょう。私もそうなんですが、更年期は日によってエネルギーのレベルが違いますよね。だから一気にやろうとしないことがポイントです。今日は引き出し一つだけ。この週末はリビングの一角だけみたいに小さい範囲から始めてみましょう。私も調子が良い日に集中して進め、疲れたらすぐにやめるスタイルにしています。そうすると捨て活が続けやすくなります。今の暮らしに必要なものを選び直して、次のステージに向けた準備を少しずつ楽しみながら進めていきましょう。3、自分の時間を増やすため。子供も独立して家事が減ったはずなのに、気づくと一日があっという間ではないですか？私もそうでした。仕事の休みの日もバタバタ家事をしているうちに、気がついたら夕方で、一日のエネルギーを使い果たしてぐったりしていました。捨て活を続けながら、本当に自分が大切にしたいことは何だろうと考えて、それらを明確にしました。私の場合は、趣味のヨガやデジタルデトックスもできるサウナに夫婦で通ったり、心と体をケアする時間を増やすと、いつの間にか子供たちがいなくなった寂しさも忘れ、毎日が少しずつ楽しくなりました。体と心はつながっていると感じたからこそ、そういった時間は大切にしていきたいです。4、将来の不安を減らすため。更年期を迎えると、ふと将来のことが頭をよぎりませんか？この先、この家でどう暮らしていくんだろうとか、もし何かあったらどうしようなんて考えると、私も不安がもやもやと広がることがあります。そこで子供が巣立った後、家にあるものを見直し、今とこれからに集中するために始めたのが、将来の自分が楽になる捨て活。そしてキッチンやリビングから一つずつ見直しをしています。特にキッチンは、これ今本当に必要？を基準にしていくと、夫婦2人暮らしだと使わない調理器具や食器がたくさんありました。4人家族から2人暮らしへのダウンサイズ。最初は子供たちと過ごした賑やかな思い出までも失うようで辛い作業でしたが、今では使いやすく配置されたお気に入りのものとともに、日々の料理が楽にもっと楽しくなりました。捨て活中は取捨選択の連続で、物と向き合うことは体力も消費するので、50代で行うことをおすすめします。何を残すかが見え、物が少なくなっていくと、未来がクリアに見えてくるということを発見し、快適に暮らせる最適解がわかるようになりました。自
自分をちょっと楽にしてあげるためにも、今一緒に捨て活をしていきましょう。5、本当に大切にしたいことが見えてくるため。物を手放していく作業は取捨選択の連続。気づいたのは、自分にとって大切なものを見極めるこの作業は、自分の時間や人生に余白を戻す旅のようなものに思え、私は今この旅の最中。旅を続けていくうち、空間の余白が心の余裕を生み出します。今の私の目的は、忙しさに追われる日々から抜け出すこと。夫婦でゆっくり好きなことをして過ごす時間や、心と体を癒しながら身軽に心地よく過ごすことです。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。変化の時期こそ必要なものを見極め、自分の暮らしを整える絶好のタイミングですよね。今日お話しした内容が少しでもこれからの暮らしのヒントになれば嬉しいです。この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。次回も時間セレブな暮らしを目指すヒントをお届けしますので、どうぞお楽しみに。それでは素敵な一日をお過ごしください。